Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。It seems like some people are wondering whether there's a difference between phonics and あぶくど読み。The truth is, あぶくど読み can be seen as a basic part of phonics. So today I'd like to explain it. フォニックスとあぶくど読みは何が違うのかと疑問に思っている方が少なくないと思うので、今日はその話をします。まず大前提として、フォニックスとは何かという動画もあるので、下にリンクを貼ってあるので、そちらも必ずご覧になってください。それと、あぶくど読みというのは本当はエアバカダ読みというべきだという動画もあるので、これも下にリンクを貼ってあるので、そちらも必ずご覧ください。それら2つの動画もこの動画と合わせて見ていただくことで、しっかりイメージできるんじゃないかなと思います。それでまずアメリカ英語では、例えば、A の文字でも、and の a、apron の a、water の a、area の a、was の a、war の o。これ辞書だと o じゃなくて c の逆になってるじゃないか。o はおかしいぞと思うと思いますけど、それに関しても別な動画があるので、下にリンクを貼ってあるのでぜひ見てください。あと usage の e。こういう風にいろいろな読み方があります。同じ文字だけどこれだけいろいろな読み方があるんです。だけどめちゃくちゃじゃなくて、どういう時にどの読み方をするというルールがあるんです。まあこれはちょっと例外で、この単語はこういう読み方なんだと覚えるしかないんですけど、他は全部規則的な読み方なんです。規則を全部覚えるにはそれなりに時間がかかるので、今日はそこまで踏み込みませんけど、フォニックスはこういう風にどういう時にどの読み方をするかというのを覚えるものなんです。それで、あぶくど読みというかエアバカダ読みは、この中の一つだけ、一番代表的な読み方だけをやります。これだけです。しかもこの読み方だけは出てくるけど、どういう時にこの読み方になるのかというところまで説明することは少ないですよね。とりあえずこの文字の一番代表的な読み方はこれですよ。というとこだけ覚えさせるというのがあぶくど読みというかエアバカダ読みのゴールです。まあ一つだけ簡単にルールを説明すると、ものすごく大雑把に説明すると、単語が子音の文字で終わってたら、音じゃなくて文字が子音字で終わってたらこの読み方です。いや他の単語も子音字で終わってるじゃないかと思うかもしれませんが、これらにはプラスアルファのルールがあります。でも現時点ではそこまで踏み込みません。日本語で例えるなら、例えばこの字だったら上、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 上げるのあ、登るののぼとかいろいろありますけど、フォニックスではこれらを全部扱うというイメージです。その中で、そのフォニックスの中で、あぶくど読みというかエアバカダ読みは、まず一番代表的な上。この読み方だけまず覚えてくださいね。というイメージです。他の読み方まではエアバカダ読みだけ習ってもわからないんです。音読みとか訓読みとかの存在も習わないし、どういう時に音読みとかそういうこともやりません。そういうイメージです。だから、あぶくど読みというかエアバカダ読みは、フォニックスの一部なんですけど、フォニックスの一番土台の部分です。フォニックスをやる上では、エアバカダ読みはもう絶対に習得しないといけない部分ですけど、本当に一番基礎の部分だけなので、エアバカダ読みを習得した後も、やることはまだまだたくさんあるという感じです。しかもエアバカダ読みでは A から Z までの26文字しか扱いませんし、しかも26文字の中の一番基本的な読み方しかやらないですよね。でも英語では2文字を組み合わせて、それを1文字扱いすることがよくあるんです。それがすごくたくさんあります。20音字、英語では digraph って言います。die は2つっていう意味ですよね。例えば ch とか sh とか th とか2つの文字で1つの音を表すものです。エアバカダ読みでも場合によってはこれらのメジャーなものはやったりしますね。でももっとマイナーなもの。例えば ea。これは例えば c とかの e、break とかの a、head とかの e っていう読み方がありますけど、ea の一番基本的な読み方はこの e です。でもエアバカダ読みだと2文字のものはこの一番基本的なものも扱わないですよね。この EA とかの読み方になるともうフォニックスとしか呼ばないでしょう。日本語の漢字の読み方で例えるなら、エアバカダ読みでは小学校1、2年生の漢字の一番基本的な読み方を一つだけやるというイメージです。まずそこだけ覚えましょうみたいな感じです。でももちろん漢字の読み方はそこから先が長いわけですからね。フォニックスはそこから先までも扱っていくものです。そこから先が長いんです。まとめると、あぶくど読みというかエアバカダ読みとフォニックスは別なものではなくて、エアバカダ読みはフォニックスの一部です。フォニックスの中の一番基本的な部分。エアバカダ読みでは基本的に A から Z までの26文字の一番基本的な読み方だけをやるということです。つまりフォニックスはまずエアバカダ読みからということです。
でもさっきも言ったように A の文字を見ても色々な読み方があるし、さっきの EA とかみたいに2文字で1文字扱いするもの、場合によっては3文字、4文字で1文字扱いするもの、そういうのも英語の綴りではやっていかないといけないので、エアバカタ読みだけやったからフォニックスは習得できたということではなくて、むしろフォニックスをやるならエアバカタ読みはできるだけ早く習得して、そこから先の方がずっと長いということです。でもフォニックスはネイティブでも3年以上かけて学ぶので、気長にやっていきましょう。日本語の漢字よりはずっと楽だと思います。この動画が少しでも役に立つと思ったら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。